14歳の時、初めての海外旅行でパリに行きました。そして初めてフランス語で本物のフランス人と話そうとした。その瞬間、頭が真っ白になりました。多くの人と同じように、私は学校で外国語を学び始めました。世界中の多くの人にとってそれは英語ですよね。でもイギリス出身の私にとってはフランス語でした。それが大好きだったんです。まるで別の世界や文化につながる鍵のように感じました。夢中になって勉強し、クラスでもトップの成績を取るようになりました。そして数年後、ついにフランスに行くチャンスが来ました。パリに着いた初日、ランチを食べるためにある高級レストランに入りました。マクドナルドでした。ついに本物のフランス人とフランス語で話せる。とても楽しみにしていました。何年も勉強してきた。単語も知っている。でもいざその瞬間になると何にも出てこなかったんです。なんとか注文らしきことをつぶやいたところ、店員さんがクスッと笑いました。恥ずかしくなってその場を立ち去りました。本当に情けない気持ちでした。そしてその時、ふと疑問に思いました。あれだけ勉強したのにどうして話せないんだろう。この疑問がその後の人生を大きく動かすことになります。いくつかの言語を学び、いろんな国を訪れ、約20年間英語を教えてきました。そしてある答えにたどり着きました。とてもシンプルな答えです。外国語を学ぶというのは学校の教科というよりもスポーツに近いものなのではないか。学校では外国語は勉強する教科として扱われます。文法を学ぶ、単語を覚える、そして自然とこう考えるようになります。知識が増えれば使えるようになるはずだ。例えば歴史なら知識を覚えれば理解できます。数学なら知識を覚えれば問題を解くことができます。でも言語は少し違います。文法や単語は知識です。でも会話はその場で言葉を組み立てるスキルです。それがスムーズにできるようになると、私たちはそれを流暢さと呼びます。そして流暢さとは何をしているかではなく、していることをどれだけ使えるか。この違いはスポーツを見るととても分かりやすくなります。例えばテニスです。ルールを知る、フォームを学ぶ。でもそれだけではうまくなりません。コートに立つ、実際にプレーしなければテニスプレーヤーにはなれません。試合では予想外のことが起こります。相手が思わぬボールを打ってくる、ミスをする、瞬時に判断しなければならない。そしてそういう場面でこそ本当の力が身についていきます。言語も同じです。単語を調べるために会話の中でやめることはできません。聞き取れなかったからといって巻き戻すこともできません。単語を忘れることもある。予想外の質問をされることもある。でもそれもプレーの一部なんです。そして
上達するためにはプレーし続けるしかありません。語学にはスポーツと同じスキルが必要です。そしてそれは勉強のスキルではありません。一つ目は不快さに慣れること。外国語で話すとき、不安や違和感は必ずあります。でも流暢な人は不安がない人ではありません。不安があってもプレーを続けられる人です。2つ目は柔軟に対応する力。単語を忘れたら別の言い方で説明する。ミスをしたら言い直す。会話の中で瞬時に調整していきます。3つ目は回復力。ミスは必ず起こります。間違ったことを言う。聞き取れない。でも大事なのはどれだけ早く立て直せるかです。でも実は多くの人にとって語学の一番の問題は文法でもありません。単語でもありません。恐れです。間違えることへの恐れ。変に聞こえることへの恐れ。理解できないことへの恐れ。この恐れが多くの人をコートの外に立たせたままにしています。でもここで大事なことがあります。語学では会話の相手は敵ではなくパートナーです。多くの会話は試合というよりウォームアップのラリーのようなものです。相手もあなたとお互いにラリーを続けようとしています。会話も同じです。相手も続けたいと思っています。ではどうすればいいのでしょうか。スポーツと同じです。コートに立つ、プレーする、ミスする、そして続ける。すると少しずつゲームに慣れてきます。なぜなら流暢さとは全てをしていることではなく、知らない時でも会話を続けられることだからです。そして相手が敵ではなくパートナーだと分かれば、ゲームはずっと怖くなくなります。相手はあなたを倒そうとしているわけではありません。ただラリーを続けたいだけなんです。だからもしあなたが語学を学んでいるなら、コートに立ってください。会話を始めてください。なぜなら次のサーブはあなたの番だからです。ありがとうございました。